どうも、ベトナム在住の浮津です。今日はね、この CL50、ちょっとリア周りの方やっていきたいと思ってます。ちなみにね、前回の、メインハーネス、フロントの方はまだ途中なんですけどね、ギアインジケーターの配線、この2つなんですが、エンジン積んでからね、確認していくんで、その後にね終わらしたいと思います。それでリア側の配線の方はね、きちんと、つなぎ直してまとめてあります。で、今日の本題ですね。リア周りに関してね、ベアリングは多分問題ないと思います。問題はね、ブレーキですね。これがね、踏むと中の動きが悪いのかね、かなり戻りが悪いんですよ。だからね、多分ここの掃除でいけると思うんですけど、あとはね、変なのが出てこなきゃいいんですけどね。スポーク折れてんじゃんスポーク折れてんのうわ、しょっぱなからこんなの来たかいやまた食らった。いやそうしたか。いやこれまさかね、こんなスポークの折れが出てくるとは思いませんでしたよ。で、タイヤのね、周りは良かったんだけども、このベアリングもね、ちょっとグリスアップしてごまかしたんだろうな。ガタはない気はするけど、ちょっと変えておきたいよな。上のカバーないしね。よいしょ。で、これ反対側ですよ。反対側もね、ベアリング汚いんですけど、それよりね、ここスポーク曲がってるんですよ。さっきの折れてる反対側ですね。だからなんかね、ガンと当てられて、それで歪んで反対側が折れたんだと思うんですけどね。いやー、さすがにここからは変なのは出てこないと思ったんだけど、ここはいけてんのかな。擦り傷はあるけど段差はそんなないもんな。これで測っときますか。この段があるから測りにくいんだけどもね、111、マックス何ぼだっけ。マックス？なんでマックス？ミニマムじゃないのこれって書いてあるの。マックスが 111？ マックスというか、111あるからいいんだよね。というわけでとりあえずこれを修理なんだろうな。はい。今日実はね、半分休憩のつもりで
ちゃっちゃと短い動画撮って終わらすつもりだったんですが、なんせスポークのね俺なんてのが出てきたんで、ちょっと予定を変更して、これもねいくつかもうすでに飽きた時点で問題とかを発見してるんですが、一旦ね私のホイールをつけて元に戻すというか、バイク動かせるようにします。そうしないとちょっと作業の邪魔なんでね。いやー、なんか毎回いろいろ出てきますよ。これはゴムはつかねえのか。ゴムなしでいいや。いつだけはつけておこう。いやー、まあ本当にねいろいろ出てきますよ。このネジも潰れかけてんだよな。よし。位置が変わっちゃうんだっけ。こいつがつかなくなったぞ。なんで位置が変わるんだっけ。もう一回ちょっと吊るしとこう、紐でね。私ね、さっき大きな間違いというか勘違いしてましたね。ちょっと待ってくださいよ。まず止めよう。いや、これね場所が来ないんですよ。で、おかしいなと思ってさっきはもっと内側まで行ったわけですよね。で、ついてたやつ、ここの内径、ホイール側のねブレーキシューが当たる内径測って111ミリで、マックスが111で大丈夫だなんて言ってましたけど、要はもう限界まで削れちゃってるんですよ。削れてるからこれが前まで行ったんですね。だからね、あれついてたやつハブもダメなんですよ。これは一回ちょっと持ち主に連絡してどうするのか確認します。実はね、そうだ、その前にやることがあるんですが、フロントもね問題抱えてるんですよ。とりあえずギアを止めます。っていうかこのボルトも潰れかけてるし、いやこれねフロント側なんですが、実はフロント側のねホイールの周りがちょっとおかしいんですよ。うまく映るかな。多分ホイールの歪みではなくってこのタイヤがねなんか部分的に膨らんでる気はするんですけど、どっちにしてもねリアがおかしなことになってるんで、フロントもね今外して確認していきたいと思います。ちなみにねフロントはもう一個問題抱えてて、このホイールがね全部こっちに寄ってるんですよ。ここで見たらよくわかるのかな。これも歪んでそうですけど、ここにワッシャー入れてあるんでね、多分このワッシャーをこっちに移せば解決する気はするんですが、それもね合わせて確認していきます。これだと真ん中に行くのか。
はい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 。これでいけんじゃん。いや今ね、何気にしてたかっていうと、実はこのフロントフォークオイル漏れしてね、直してもらっても止まんなかったっていうんですよ。このワッシャーじゃね、少なすぎるんだ。少ないから締め込みでね、奥に内に入っちゃうんですよ。この2つが内に入っちゃうから、上がね、ちょっと今映ってないかもしれないけど歪んでオイル漏れを起こすんだ。まあまあ、それは次の問題として、とりあえず一旦これを外そうしかしなんでここにワッシャー入れた。もうなんかいいや。さあ何の問題がありますかこんなところにワッシャー出てきた。ここにワッシャーがあって、ベアリングはそんな悪いわけじゃない。こっちはね、うわーこれあれだ。この CL50 ね、シャフトが 10mm なんですよ。でそうなるとベアリングが小さいんですけど、ホイール自身はね、大きいベアリングの体株のやつで、ここにこれリング打ち込んである。私がね、10mm のシャフトのやつで 12mm のホイール使った時は、ここにね、中にカーラー作ってもらったんですが、これは外側ですね。これ自身には問題ないと思うんだけど、こっちのベアリングが完全に死んでるんだ。そういうことか。もう完全にアウトだ。洗車してね、洗車というか雨だったりとか、こっちから水入ってベアリングが潰れたんだ。だから外が、ここもリング作ってあるんだな。もちろんそうだよね。これは使えるとは思うんだけどな。ちょっといろいろ持ち主と打ち合わせした方が良さそうだな。ちょっと一旦これで作業中断しよう。グラグラです。今日はね、あとちょっともう軽い作業だけして終わらせます。なんか予定というかね、なかなかうまくいきませんよ。これ何してるかっていうとね、もともとこのウインカーってなんていうのかな、尖ったこういうのがついてたんですけども、なんか割れただかなくしただかしたらしくって、新しいのに変えてくれって言ったらなんか違うのつけられたっていうんで、せっかくなんでね、同じデザインのこれに統一しておきます。上手になる？字が綺麗か。とりあえずね、今日はここまでです。それではまた。